皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は SDGs について動画を作成してみました。SDGs といえば一般庶民には関係なく、企業が担う社会貢献のようなイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。それは企業などが SDGs のロゴバッジをスーツにつけたり、名刺にそのロゴを印刷することで企業イメージを良くするというような利用をしているから余計にそう感じるかもしれません。ところが、ここには一つの疑惑が存在しています。結論的には疑惑ではなく、詐欺確定と言ってもいいようなことであり、誰が被害を受けるかというと、地球環境と世界中の一般庶民です。世界中の庶民の収入から広く浅く搾取することで、ろくでもない輩たちの一味は莫大な利益を上げています。このような詐欺と言ってもいいような仕組みを知ることは、ろくでもない輩たちの悪巧みを阻止することにもつながりますし、次世代以降の人たちの人生の幸福と安全につながると思います。私たちが無関心でいることは、同時にろくでもない輩たちに好き放題させる機会を与えることになります。さらに言えば大げさに聞こえるかもしれませんが、命の危険にもさらされることにつながると思います。こんな馬鹿げた取り組みを阻止するには、圧倒的多数の庶民が事実を知ることしか現実的な方法はないと信じています。ぜひ最後までご視聴いただき、一人でも多くの方が騙されていることに気がついてほしいと思います。もし動画の内容に共感いただけましたら、拡散のご協力もよろしくお願いします。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、すっかりおなじみになった SDGs について、当初懸念されていた通りの弊害が日本の自然環境に悪影響を及ぼすという形で顕在化してきたことを受け、動画を作成しようと思いました。2015年に国連サミットで持続可能な開発のための2030アジェンダとして採択されてからというもの、SDGs が政府や主要マスコミによって喧伝され、環境や人に良い取り組みであるという方向に多くの国民はミスリードされてきたわけです。しかし最初からこの偽善だらけのからくりに気がついていた人たちは一定数いましたが、世間からは陰謀論者とレッテルを貼られてきました。しかし SDGs の取り組みが世界中で推進された結果どうなったかというのが非常に興味深い結果となっています。国際連合広報センターのホームページを確認しますと、2024年6月28日の記事で SDGs の取り組みについて進捗情報が出ています。公表された報告によりますと、17の目標と169のターゲットに対してわずか 17% しか達成できておらず、むしろ悪化したターゲットもあるということで危機的状況になっていると報告しています。この SDGs の取り組みは持続可能な開発というよりも持続可能な金儲けを目的にしてきたことが明らかになってきました。重要なのは、その弊害によって地球環境がより深刻な問題にさらされ、世界中の庶民は地球環境のためという錦の旗のもとに推し進められた政策によって収入がますます減る結果になっていることが起きています。日本においては再エネ賦課金というものがあって、電気代とともに徴収されているわけですが、年々増加傾向にあります。そのことは増え続ける経済弱者たちの生活を圧迫し、暑い夏でもクーラーをつけることを躊躇することにつながっていて、熱中症などによって命を落とすという結果にもなっているのではないかと思います。ということで、今一度 SDGs について概略と何がどのようにおかしいのか見ていくことにします。SDGs では17の目標と169のターゲットを掲げています。その内容とは、1、貧困をなくそう。2、飢餓をゼロに。3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。5、ジェンダー平等を実現しよう。6、安全な水とトイレを世界中に。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられる街づくりを。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。17、パートナーシップで目標を達成しよう。というものになります。どれもこれも火の打ちどころのない耳障りの良いお題目が見事に並んでいます。このようなやり方はろくでもない輩たちの常套手段ですから真に受けてはいけません。そのようにしか考えることができない自分は、なんだか性格がどんどん歪んできているように感じますが、
身を守るためには異常なほどに警戒する必要があります。というのも彼らは狡猾で悪知恵を働かせることに貴重な能力をフル稼働させているからなのですが、騙されないためには必要な考え方になります。これらのお題目がいかに矛盾に満ちているかについて、生物学者の池田清彦さんの指摘を参考にしながら私の考えを述べていくことにします。まず5項目目のジェンダー平等を実現しよう。10項目目の人や国の不平等をなくそう。12項目目の作る責任、使う責任。16項目目の平和と公正をすべての人に。17項目目のパートナーシップで目標を達成しようの5項目については人や社会の意識に関わることだと思いますが、これらを達成するためには国を挙げて教育制度から見直したりしなければならないでしょうし、そこには宗教的な概念も入ってくることから、これを全世界で達成することはかなり難しいことだと思います。次に3項目目のすべての人に健康と福祉を、4項目目の質の高い教育をみんなに、8項目目の働きがいも経済成長も、9項目目の産業と技術革新の基盤を作ろう、11項目目の住み続けられるまちづくりをという5つの目標については、ある程度経済力のある国でしたら実現可能だと思いますが、これも全世界でとなると話は別でほぼ無理だと思います。そして残りの7項目が最もハードルの高い目標だと思います。1項目目の貧困をなくそう、2項目目の飢餓をゼロに、6項目目の安全な水とトイレを世界中に、7項目目のエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、13項目目の気候変動に具体的な対策を、14項目目の海の豊かさを守ろう、15項目目の陸の豊かさも守ろう、ということで言いたいことはわかりますが、矛盾が生じているように思えます。例えば、エネルギーをクリーンにするということは、化石燃料の使用を減らし、太陽光や風力発電などを増やしていくというのが SDGs の流れとなりそうですが、実際に起きていることといえば、太陽光パネルの増加はそのまま生態系の破壊や自然環境の破壊につながっているということが分かってきました。仮に太陽光パネルがどんなに普及したとしても、夜には発電できないことは避けられず、その特徴から太陽光発電だけでは発展途上国のエネルギー問題は解決しないわけで、結局は化石燃料を使うことになると思います。化石燃料の需要が高くなれば燃料価格は上がるということがセットで起きますから、そうなると経済的弱者はますます貧困になりますし、食料にアクセスできない人が増えるということで飢餓も起きますから、この目標は達成不可能ということになると思います。またエネルギーに関しては、東京都の議会で戸建て住宅を含む新たな建築物に太陽光パネルの設置を義務付ける改正環境確保条例が成立し、2025年から施行されます。このことがどんなに愚策だったということが、残念ながら多くの被害者が出ることによって証明されることになるのではないかと危惧します。犠牲者とは例えば太陽光パネルの火災ですが、すでにその兆候が現れており、5月7日の報道によりますと、鹿児島、北海道、宮城にあるメガソーラーシステムで火災が次々に発生しています。太陽光パネルの場合、太陽が照っている間は発電が起きていますので、消火のために放水をすると感電の恐れもあるということで、通常の火災よりもはるかに消火までの時間がかかります。記事の中でも消火にかかった時間は20時間と報じられています。その原因は不明なケースもあり不安が残ります。こういった問題を抱えたまま東京都の戸建てや新築の建物にソーラーパネルを設置することが義務化されるわけですから、本当に大丈夫なのかと思うのが普通です。日本は地震大国であるという事実もさることながら、東京都には1400万人以上が住んでおり、キャパオーバーだと言われるほど過密地域になっています。何をそんなに焦ってアジェンダ通りに太陽光パネルの普及を進めるのか理解に苦しみます。何事もないことを祈るばかりです。また地球温暖化を口実に二酸化炭素を悪者にしていることで、太陽光発電の普及を進めているわけですが、実は太陽光パネルの発電効率はたったの 15% から 20% ほどしかないので、メガソーラーのように広範囲な面積が必要になり、結果として森林を切り開いて自然を破壊することにつながっています。この SDGs というものがいかに単なる口実でしかないということがわかる実例として、北海道東部にある釧路湿原国立公園にでき始めているメガソーラーがあります。釧路湿原は1980年に湿地の保全を目指すラムサール条約に日本で初めて登録され、希少な野生生物が生息することで有名です。この大自然の宝庫というべき湿原が今、メガソーラーに侵食されているのです。自然を破壊しておいて地球環境云々を語ることがいかに欺瞞に満ちたことであることは明らかです。
結局は金儲けのための口実だったということが時間の経過とともに明らかになっています。今現在はインターネットの普及とともに多くの人が望めばあらゆる情報にアクセスできる時代になっています。主要マスコミが報道しないようにすればバレないという時代はもうとっくに終了しており、一定数の人たちがこの欺瞞に満ちた取り組みに気がつき始めています。やはり許せないのは、一部の利権者が金儲けのために行った森林伐採によって土砂が崩れたりして人の命が奪われるということも起きているということです。さらにはこの先、太陽光パネルに使用されている有害な物質の廃棄処分などの問題が浮上することになるでしょう。驚いたことにそのような重大な問題が未解決のまま事業が展開されているのです。そのようなことからわかるのはよく言われることですが、今だけ、金だけ、自分だけという価値観を持った政治家や官僚たちが大多数を占めているということなのでしょうね。いかがだったでしょうか。今回改めて SDGs の取り組みについて考えたことで強く感じたことは、達成不可能な矛盾だらけのアジェンダだということです。そもそも達成することなど意に介していないかもしれません。それはジェンダー平等の実現目標についても言えることで、今開催中のパリオリンピックにおいてもトランスジェンダーなのか性分化疾患なのかは分かりませんが、いずれにしても肉体的に男性が女性ボクシング競技に参加し、女性ボクサーがボコボコにされるということがありました。実際に疾患に悩んでいる方の存在を口実に社会を混乱に導く工作活動をしているようにしか私には見えません。こうして一つ一つの目標について、その背景や起きている問題を考えた時に導き出される結論とは、持続可能な開発ではなく、持続可能な金儲けが主目的だと考えるのが一番しっくりくるのではないでしょうか。そこに加担している日本の政治家や官僚はどんどん明らかになってきていることも非常に興味深く思います。岸田首相の地元である広島1区では、岸田首相を落選させる声が上がり始めているといいますので、時代は明らかにおかしなことは持続できないという流れになってきていると感じます。日本国内だけでなく世界中で起きているおかしなことを好き放題にさせないためには、いつも言ってきていることですが、圧倒的多数を占める私たち庶民がろくでもない輩たちの手口を知り、彼らが残してきた悪行の歴史を知るということが一見地味に見えるかもしれませんが、一番確実な対策になるのではないかと思います。私たちは明らかに詐欺のようなおかしな取り組みに対してはっきりノーと言えるように常日頃から情報を集めて自ら物事を考え、意見を持つようにしておく必要があると思います。主要メディアが報じる芸能人などのスキャンダル報道などの目くらましに騙されることなく重要なことを見抜くようにしていきたいものです。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。